こいつとかはなんか全然一時期水あげてなくて、ビムの友達の写真貼って強制的にあげるようにしてますね。 GQ ジャパンをご覧の皆様、こんにちは。エンタメの KZM です。10エッセンシャルズ、俺にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。レッツゲット。最初のアイテムはサングラスです。こっちが本体なのかっていうの説もあるぐらい、サングラスはみんなイメージあると思うんですけど、だいたいこれをいつもしてて、 LA のベニスビーチ、外にガーってなんかかかってあるなんかお土産系のやつで、この形がそこしかなくて、ちょっとそろそろその型で自分用に作ろうかなって思ってます。最初そのキラっていうラップグループみたいなのをやってて、5人で出てたんですけど、自分が脱退してソロでライブやるようになって、最初のうちとか結構お客さんと距離が近いじゃないですか。結構顔が見えるじゃないですか。で、なんか気まじいなみたいな、その時になんかサングラスかければ大丈夫なんじゃないみたいな感じが始まりだったような気がします。これはバレンシアガのサングラスで、ビムとワンラブって曲を作った時にビデオを撮って、その時にかけてたやつなんですけど、これはシャネルのやつで、多分ヴィンテージのやつだと思うんですけど、ライブの時のギア入れみたいな感じで使ってますね。続いてのアイテムはバスケットボールです。中学生ぐらいから始めて、部活にも一応入ってたんですけど、なんかあんまり面白くないなみたいので、地元がその辺なんで代々木公園に行くことがあって、スピーカーからはなんかあんま聞いたことのないような曲かかってるし、すげえ海外みたいだなみたいな。でそこから流れてたのがヒップホップだったんですよ。マジで部活と全然違えじゃんみたいな、これ俺がやりたかったものってこれなのかもしんないみたいになって、すごいそこから通うようになって、その時に同い年ぐらいのやつがいたのが珍しくて、仲良くなったのがキラのメンバー。バスケのチームを最初作って、それがラップするようになったり、洋服作るようになったり、 DJ するようになったりっていう、本当に俺の一番最初の場所。普通にバスケした帰りになんか暇なんでラップでもやろうよってなって、誰かの携帯でサウンドクラウドでビートを流して、普通にボイスメモにみんなでそれを回して撮るみたいな、ただ楽しいみたいなことをずっとやってたっすね。続いてのアイテムはオールドスパイスです。代々木でプレイしてる時にみんななんかすげえいい匂いすんなみたいな、なんでだみたいになった時に、このデオドラントを結構つけてることが多くて、昔からこれはマジで欠かせないものになってるっすね。最高っす。これ基本的にその脇とかに塗ったりするものなんですけど、なんか俺はこのまま腕とかに塗ったりとか、独自の使い方をしてですね、ザ・アメリカの匂いみたいなのが俺のイメージかな。これと出会った時とかは、プロクラブのビチビチのでかい T シャツと、これともうキャップと靴の色合わせるみたいな、そういうもうコテコテの感じだったんで、そう思うとこいつも初心系のものなのかなっていう。超 b ボーイですね、こいつは。今でももちろん使ってます。次のアイテムは観葉植物です。家にめっちゃ観葉植物あって、今一人で暮らしてるんで、次こいつらがいるとなんかワイワイしてるというか、なんか一緒に生活してる感じがあっていいですね。自宅兼スタジオみたいな感じなんですけど、ビジュアル的にもなんか緑あった方が安らぐし、リラックスするなって感じがあるし、自分以外に生物ってあった方が一緒にワイワイしてる感じがあるんで、みんな同じタイミングで水あげてるんですけど、もう君はそんなしおれちゃうのかみたいな、なんか個性がすごいあって、結構家族的な感じですね。これは大事な人からもらったやつで、花が咲くらしいんですけど、全然咲かないからどうなってんだろうなっていうこいつとかはなんか全然一時期水あげてなくて、部屋の位置が悪いんですけど、あんまり目立つところにいないんで、ビムの友達の写真貼って強制的にあげるようにしてますね。次のアイテムは石です。
店で買ったやつと自分が思い入れあるところで拾ったやつみたいなパターンがあって、自然にできたんですかっていうほんと信じられないような色をしてるから、すげえ面白いなと思います。結構デスクの近くにボンボンボンと置いてて、いいデザインのものとかはその制作の環境の周りに置いてますね。これは鹿児島で拾ったやつだ。これは叫びってビデオの時に火山の近くに行ったことがあって、その時にバッて目に入ったもので、なんかこれは持って帰っちゃったですね。なんかすごい楽しかったりだとか、自分が思い入れあるところの石はなんか持って帰るようにしてます。これとかは沖縄に石屋さんがあって、もともとエイウィッチに紹介してもらった石屋なんですけど、その石のオーナーさんが前世が見れたりだとか、自分のためになることを何かを下ろしてその僕たちに伝えてくれる方がいて、沖縄行ったら毎回結構エイウィッチとかで行ったりするんですけど、俺は前世は聞くタイミングなくて聞けなかったんですけど、エイウィッチ将軍だった気がします。まあそのまんまっす。今も現役の将軍だと思うんで。続いてのアイテムはお香です。あんま俺ルーティンとかないですけど、お香だけは結構炊きますね。絶対家帰ったらこういう普通のお香からコーン香っていうなんかこういう山型のやつで、これはセージ、ホワイトセージで、これが俺のレーベルで作ってるパロサント香木なんですけど、そのセージとかそのパロサントとかってなんか浄化する効果があるらしくて、制作で煮詰まった時とか朝起きてなんか今日なんか気悪いなみたいな時はどっちか炊いてますね。パロサントもセージもいい匂いなんで普通にリラックスできる感じがします。続いてのアイテムはファミマのムジティです。形バッチリだし、とにかくどこでも買えるっていうのが一番。普通に遊びに行った時汚すんですよ。まあ本当にちょっと汚れたらすぐ買えるみたいな感じで、なんかこれに友達ん家でシルクスクリーンの版にやったりとか、気づいた時になんかアイデアをあれするやつにもなるし万能っすね。でクラブ遊びに行ってたまになんか黄色いのがバーってついてることないですか？結構同じようななんかシャーンみたいな感じで、あの謎解きたいんですけどね。次のアイテムはチャリンコです。キャノンデールからいただいたやつで、とにかく速いですね。遅いチャリ嫌いなんで、マウンテンなんですけど、ちょっと形が BMX っぽくてなんか乗りやすいしかっこいいし、ちょっと最近都内寒いんで乗れてないんですけど、春になるの楽しみだなっていう。続いてのアイテムはブランケットです。ブランケットとして使うっていうよりかは、公園の草原とかにバッて引いて寝っ転がったりしてチルして過ごすことが多いんですけど、これは俺のやってるデボイドっていうレーベルで去年ぐらいに作ったやつで、めっちゃ気に入ってですね。分かる人は分かると思う、その切り取り線の感じなんですけど、都会で育ってずっと東京に住んでるんで、なんかまあずっとガヤついてる感じがあるんで、何も考えたくないなって時は公園行って音楽聴いてただ無になるみたいな時間がすごい自分にとって大事な時間。次のアイテムはアートです。自分の周りの友達の作品が多いんですけど、この黒い絵はレイナカニシっていう友達の作品で、2015年に出た「アイスコールドシティ」って曲のジャケをやってくれてる子で、20歳前ぐらいの時にまだ俺が実家住んでる時に家ねえわみたいので泊まり来てたり、俺いなくてもいたりとかした感じの中で、いつもぼーっと眺めてますね。でこれは俺のアーシャとかをいつも撮ってくれてる
安保良平ってやつの写真で、これは結城中条っていう俺の曲にもなってる同級生で、これも結城中条の作品なんですけど、解釈はめっちゃむずいっていう昔から変わったいいやつです。やっぱりこういうものを周りに置いとくと、全部みんな魂込めて作ってると思うんで、いい制作の気が回ってくる気がして、自分にも。俺の10エッセンシャルズいかがだったでしょうか。俺も雑誌とかで人のカバンの中とかそういう企画とかめっちゃ好きなんで、みんなもそんな感じで楽しんでもらえたらなと思います。10エッセンシャルズ KZM でした。またライブで会いましょう。